こんにちは、ケイスケです。僕は今パリのデパートギャルリー・ラファエット本館の屋上に向かっています。屋上をお見せする前に、まず今回リニューアルされたドームから見下ろした店内の様子です。このアール・ヌーボーの象徴のような本館の内装は芸術的な美しさでいつも見入ってしまいます。とてもきらびやかで品があって心を躍る感じとでも言うんですかね。なんというかキラキラしていますよね。このコロナが発生してから2年間の間に販売エリアの 50% を改装したそうです。またレディースファッションではその 30% が刷新されていて、実際全体ではこの1年ほどの間に140以上の新しいブランドが参入しています。以前にも少し触れましたけど、このデパートの売り上げの 60% 以上を占める外国人観光客の激減は相当なダメージだったようです。ということでギャルリー・ラファエットはコロナ対策で e コマースやライブショッピングに力を入れながら、同時に地元の顧客の再獲得に努めたそうです。その効果もあって2019年と比べて地元客が 28% 増加したとディレクターがメディアに話していました。ということで最上階まで来ました。エレベーターを上がって屋上に出た瞬間、目の前に広がる景色に圧倒されてしまいます。あまりにも素晴らしい景色だと黙ってしまいますね。正面にオペラ座、そしてその右側遠くにエッフェル塔を見ることができます。前回のプランタンはいわゆるベランダでしたけれど、このラファイエットは日本でいう屋上のスタイルです。先ほど見たドームの上の部分です。第二次世界大戦中は空襲で下にいる人が怪我を負ったり、あとステンドグラスが壊れないようにということで解体されていたそうなんです。少し見づらいんですけど、この方角にサクレクールが見えています。この屋上の端にはレストランがあって、いつも人が並んでいます。今日は天気がいいからなおさら人が並んでいますよね。周囲にここよりも高い建物がない景色は非日常的な何か特別なものを感じます。ちなみにこのレストラン、このメニューの雰囲気から察しがついた方もいらっしゃるかと思いますが、ベジタリアン料理専門店です。土日も含めて毎日正午から夜中の0時まで営業しているそうです。何度見てもこの景色飽きないんですよね。それにしても13年もかけて作られたこのオペラ座ガルニエ宮、ものすごい大きさですよね。どうにかしたら白い雲にもう少しで手が届きそうな、そんな気がしてしまいます。何も考えずにいつまでも見ていたい、そんな景色です。今日のこの瞬間の空はもう二度と見ることがないんだなって思ったら、名残惜しくなって自然に後ろ歩きになっていました。余韻に浸りながらギャルリー・ラファエットを出ました。綺麗でしたよね。この正面に見えるのは現在修復作業が行われているトリニテ教会です。この修復作業もパリのオリンピックに合わせてのものかと思ったら、なんと2400万ユーロを費やして6年後の2027年に完了する予定なんだそうです。事前に2年以上の研究を行ったということで、8年かけての修復作業になります。サントトリニテ教会正面を左折してサンラザール通りをまっすぐ歩いています。もう義務ではないのに街中でマスクを着用している方が思いのほか多くて驚きます。もう少しで次の目的地サンラザール駅です。ということでサンラザール駅にやってきました。1837年にイルドフランス地方で最初に建設された駅です。その後拡張に拡張を重ねて、現在の建物のそのほとんどは1889年に建てられたものだそうです。
この広場に向かって右側にユニークなモニュメントがあります。ニースで生まれニューヨークで亡くなったフランス系アメリカ人の芸術家アフマン・フェルナンデスの作品です。無数の時計が高く積み上げられています。ちなみにこのサンラザール駅は1984年12月28日に歴史的建造物として登録されています。少し隠れてしまっていますけど、向こうの端までが駅なんです。約200メートルほどあるそうなんですよね。以前にかなり長い間改修工事を行っていて、随分きれいになりました。今回はお店の紹介はしませんけど、2009年から2012年にかけてこのホールに沿って3階建てのショッピングセンターが作られたので、この駅の構内はかなり変貌しています。改札口は3階です。実は以前は改札がなかったので、切符を持っていなくても駅構内に入ったり電車に乗れてしまっていたんです。現在は140台のチケットコントロールゲートが稼働しています。せっかくなので簡単に駅構内をお見せしますね。以前はこのゲートがなかったので本当に誰でも入れてしまう構造だったんですよね。このサンラザール駅はパリでは現在3番目に大きな駅で、コロナ直前のデータでは1日の利用客は30万人弱でした。この駅には高速鉄道の TGV もないですし、隣国への路線もないので、かなり地域住民の利用率の高い駅になります。以前は落書きがされていた古い車両が走っていたんですね。でも今はボンバルディア社製の新しい車両に刷新されています。ついでにお見せすると、車内はこんな感じでかなりカラフルな内装です。この駅からはパリ近郊方面の他にノルマンディー方面への電車が発着しています。青い方がこの駅からの出発時刻、緑の方がこの駅への到着予定時刻です。これがそのノルマンディー方面に向かう車両です。現在は駅構内と車内はマスクの着用が義務付けられています。そうそう、今は自転車を引いている女性が通りましたけれど、こっちって自転車を持ち込める車両があるんです。じゃあ駅構内から外に出ますね。今日は本当にいい天気ですよね。先ほどは隠れて見えなかった駅の反対側です。このガラスのドームの下にはメトロの駅があります。さっきの時計のモニュメント覚えていますか？実は彼の作品がこちら側にもう一つあって、それがこのコンシーニュ・ア・ウィという作品です。高さ7メートルに積み上げられたブロンズ製のカバンです。この日、おもちゃ販売のフィッシャープライスがイベントをしていました。線路を一望できる広場にやってきました。このサンラザール駅には全部で27本の線路が引かれています。こうやって毎日たくさんの人々が世界中で移動しているんですね。そう思うと決して立ち止まらない人間のたくましさを感じます。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。